こんにちは。ともです。ゆきです。池田です。はい、今回は要望も多かったバッグの中身クライミング編をやっていきたいと思います。じゃあ早速いくぜ。はい、じゃあまず僕からやっていきたいと思います。まず1個目、フラッグシップです。トモアといえばはい、でこれは僕がスポンサーを受けているアンパラレルっていうメーカーの靴なんですけど、商品開発に携わらせていただいて、もう高いグリップ力とそのオールラウンドな性質からコンペでというかもうずっと履いてますね、寝るとき以外。寝るとき履いてないんだ。次、下から取ります。チョークバッグです。もう多いぞ。ワイズのチョークバッグです。ちょっとすごい汚れてるんですけど、この前は大会でも使ってて、これから売り出すのでぜひ使ってみてください。3つ目、フリクションラボのバムバムです。これは結構チャンキーなチョークなので、結構その僕は肌質がドライなんですけど、かなり相性が良くてコンペでも使ってますし、めっちゃいいです。4つ目、ワイズチョーク。これは最近発売したんですけど、これも僕がその開発に携わらせていただいて出したチョークです。さっきのバンバムとの違いは、かなりこれは粒子が細かくてパウダータイプなので、こうなんていうんですかね、皮のシワの隙間にまで入ってグリップの持続がすごく高いです。ぜひ。5個目、ウエットティッシュ。なんでこれって思うと思うんですけど、僕結構乾燥手なんで、さっきも言ってたんですけど、その冬とかは特にその乾燥しすぎてホールド弾いちゃうことが多いんで、このウェットティッシュでそのちょっとなんていうんですかね、水分量を上げてホールドを持ってます。なんか断るごとに拭いてくるもんね。そう、いつも振ってる。でしかも僕はノンアルタイプじゃないと無理、ダメです。アルコールタイプで拭くと余計乾燥して登れないです。乾燥手の人はやってみてください。はい。6つ目、ハーネスです。ちっちゃって思うでしょ。ちっちゃいの見てください、これ超薄い、めちゃくちゃ軽いです。これはコンペで、練習でっていうよりは大会で履く用のハーネスです。もしよかったら。痛いけどね。次、これは超大事です。何個目 ?7 個目、フリクションラボのシークレットスタッフです。これはノンアルコールタイプですね。これは乾燥手の人にすごく合っていて、チョークの下地なんですけど、これを手に塗って乾かしてからチョークをつけて登るってことを、もう本当にアップから全トライやってます。すごい贅沢使いなんですけど、贅沢だね。でこれを使うともうグレードが2つぐらい変わると思いますね。本当に？はい、ちょっと値段は高いんですけど、ぜひチャレンジしてみてください。ノンアルタイプは乾燥手にいいです。でアルコールタイプはぬめり手の人にすごく相性がいいと思います。はい。次、8個目、ブラシです。はい、でそれぞれ大きさの違うブラシなんですけど、こっちはフラットホールド製のやつで、これはやっぱりサイズ感とこの毛の感じがすごく使いやすいので、普段ホールド磨くのに使ってます。でこれはどこのってみんな思うと思うんですけど、これ無印良品のやつで、なんかこの毛の幅がすごくあるのと柔らかいので、靴の裏を磨いたりサイズが大きいボテを磨くのに重宝してます。9個目、エビアンです。エビアン。僕エビアン派で、結構なんていうんですかね、喉越しがいいっていうか飲みやすいんで、もう定期便で買っていつも飲んでます。飲んでみてください。絶対飲んだことあるけどね。で10個目がこの iPad Pro の 12.9 インチでっかいやつですね。でっかいんですよ。でこれはやっぱりその普段のクライミングのフォームを見たりとかするのに大きい方が見やすいっていうのと、プロな理由は
写真編集と動画編集が結構好きなので、これでいつもやってます。あと漫画も2000冊ぐらい読んでます。はい、じゃあ僕はこんな感じなんで、次の人にパス。よいしょ。じゃあ続いてでけえな続いて僕がちょっと待ってでかいでかい。でかい。まあでも練習にねいつも持ってってるものなんで。スピードクライマー荷物が多いんだな。そうっすね。で僕はこんな感じでいつも IKEA の袋を愛用してます。1個言っていい？今 IKEA で買い物してきた人じゃないよ。じゃないです。あーいつもこれで了解了解。やってます。じゃあ行きます。はい。まずはおお。靴ですね。はい。スピードクライミングはやっぱりウォーミングアップで走ったりジャンプしたりすることが多いので、ランニングシューズ、はい必須です。次はまあハーネスですね。おお、はいはいはい。これはマムートのなんだこれ、ゼファーだっけ。ゼファーハーネスにこだわりは？ないです。ここれは袴田さんにもらいました。伝説の。伝説の袴田さんにもらって使ってます。超軽いです。はい。うん。次はチョークバッグですね。かわいいな。落書きしまくってるチョークバッグ。中はバムバムが入ってます。でこれはいつもファザーブラシ使ってます。ファザー。ほんと。はい。ファザーブラシスピードホールドとなんか相性がいい気がして、これでいつも磨いてます。毛がいいよ。うん。で次がクライミングシューズです。あれピントあった。はい。浅草クライミングのマガタマっていう種類のやつ履かせてもらってます。でスピードクライミング消耗が激しいんで、だいたいいつも2足。次がこれともくんも持ってたんですけど、この無印のブラシはもうみんな持ってます。最高。靴の裏を主にこれでシュッシュってやってます。特にこれは一番必要だなっていうのはこれですね。アロンアルファとテーピング。スピードクライミングってこのちょっと壁を少し叩きながら登るような場面が多いので、指先を保護するためにいつもアロンアルファで強化してます。で次はこれです。80%派なんだ。なんかみんなさ、なんだっけ名前、かっこいい名前。ハイジェネリック。ハイジェネリックです池田はすごい手がぬめり手なんで、これもう最高です。油分がどこだ？油分がどこだ？なんかね、全部ぶっ飛ぶ。それいい人はチートっていう。これやばい。なんかドーピングでしょ？そう、もともと黒のやつ使ってたんですけど、これにしてからもっと良くなりました。超モテる。で次がこのアンカーのスピーカー。使える場面は結構限られるんですけど、池田がちょっとパリピなので練習中こう盛り上げるためによく音楽をガンガン流してます。結構古そうだよ。これいつだろう。でも1年ぐらいかな。まあ1年買って結構ボロボロや。ぶん投げてるからいつも持ってるイメージある。ぶん投げてるから。でもここはスピーカーが大きいからそれを使わせてもらってます。で次がこれも大事なものトップ3ぐらいに入る三脚です。三脚。スピードクライミング、そうだね。自分の動画を撮ってすごい分析したり見たり見返したりするんで、後ろに置いて撮影してます。定点で撮った方がいいもんね。スピード。人に手で持って撮ってもらうよりやっぱり固定してた方が変化が分かりやすいよ。これは忘れると結構ショックなやつですで次がともくんもあったんですけど iPad、 普通の iPad でやっぱり iPhone で撮って自分の動画見返すのもいいんですけど、大きい画面の方がやっぱり細かいところが分かります。 iPad 大好き。アップル信者です。ラストここまで来てなんだ？ラストはエピアンじゃん。スケッチブックとマッキーです。なんでかっていうと、池田そのメモとかその気づいたことを大きい文字で書きたい人で、これ伝わるかな。なんかこういうメモがいちいち文字でかいんですよ
右パンチ右パンチ TKB って何 TKB はそのとこの乳首のラインで引くっていう本当ですそれ乳首のやつ。スーパーマンスーパーマンはほとんど両手だしこうやってなんか天才タイプみたいな書き方するよねそういうもしかしてそういうタイプだから1ページが2言3言とかでなくなっちゃうから消耗が激しいですね。でもなんかやっぱちっちゃい紙とか iPhone でメモするより書きやすいしちょっとガッといきたいんですよね。これいるから伝わる人、いや分かる俺も分かるまあみんなそうっすよね。でおしまいです。あとはこのカバン。はい、俺回していいそしたら次の人にパスしたいと思います。はい、じゃじゃーん。私のクライミングアイテムたちを紹介していきたいと思います。これはじゃあ3種目編ということでめちゃめちゃ荷物があります。何からいこうかな。まず靴、スポルティバのスクワマです。ボルダーとリードはこれ一つです。だいたいいつもこのスクワマの後ろの穴の部分に日にちを書いたり、見えるかな。これオリンピック用だったんで後ろにオリンピックって書いてあります。本当だ。あとスピード用のコブラです。で次がチョークバッグです。チョークバッグは、ボルダーもリードもペツルのものを使ってます。なんだろう、こだわりポイント。ペツルのチョークバッグ一番使いやすくってやっぱりなんだろう、ペツルの技術が詰まってるというか、お気に入りポイントはオリエンタルバイオさんにもらったこのキーホルダーのチョークです関係ねえじゃんで大体チョークバッグの中にはいろいろ入れてるんですけど、アロンアルファ、スピード用のアロンアルファ、ヤスリ、このヤスリめちゃめちゃいいヤスリというか、絶対これが私は好きで、このロールタイプのヤスリを使ってます。ロールになってるんだ。化粧品じゃんそれも。と、普通のコンビニで買える爪切り。爪切りにこだわりはない。ないでも爪切りは絶対持ち歩いてます。あと、テーピング用のニューハレのハサミ、めちゃめちゃ切れるこのテーピングのハサミ、これすごい。これやばい、超切れるこのハサミマジですごい。多分指とかシュッていっちゃうよこれ。これは危ない。テーピングケース、これはタイに友達と遊びに行った時に買ったケースです。どうでもいい。とニューハレの羽柄のテーピング、これ私がデザインしました。蝶々に続く羽柄めっちゃ可愛いからこれ。ピント合わせがいる。顔も映さなくてこんな感じだね。なんか私は肩とか手首とかにはテーピングしないんですけど、足の親指にタコがなんかできたり擦れてタコが切れないように毎回絶対テーピングを足の指にして登ってます。これを使ってます。でチョークバッグにあとついてるものとしてはこのお気に入りのファザのブラシですね。これ毎回ファザの方が私が言ったデザインを書いてくれて送ってくれるんですけど、一本一本手作りで、今回は日本柄です。すごいよねこれ。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。スそうピードのやつもあったけどどっか行っちゃった。東京って書いてある。このファザのブラシと、もしかしてみんな大好き無印のブラシです。これはもうみんな買わないとですね。これ新太さんがおすすこれただのノースフェイスのステッカー貼ってあるだけなんですけど、よくノースからブラシ出してるんですかって聞かれます。はい。俺は秋代さんの真似しました。俺もそうです。と、リードの時のセレナのハーネスと、これ私こだわりがあって、軽いものより結構安定感のあるしっかりするものの方が好きなので、セレナのハーネスと絶対その同じ色のチョークバッグを毎年ペツルは出してるので、今年のカラーは紫ということで両方紫で揃えてます。おしゃれさんおしゃれだ。でニコンの双眼鏡、オリエンタルバイオさんが作ってくれた
サーモスのボトルでしょ。すごいですよ。あとアミノバイタルは2種類。今ならドーピング引っかかんないから。これはドーピングに絶対引っかからないし、アミノ酸は絶対登った後は取らないといけないので、これはもう3本ずつくらい飲んでます。と、アップ行ったりなんだりかんだりの時のノースのトートバッグこれめっちゃ汚いこれやばいと、絶対タオル、ノースのタオルでしょ。汗拭きタオルとか、トレーニングの時も使うタオルでしょ。あと私全部なんかもう靴はこれに入れるとか、チョークバッグはこれに入れるとか、もう絶対入れ物に1個ずつ入れたい人なので、これはボルダーチョークバッグ入れ、これはフィードチョークバッグ入れ、これは靴入れ。この靴入れどこにですか？この靴入れはスポルティバが出してるメッシュの靴入れに全部1足ずつ入れてます。でハーネスはハーネス入れ双眼鏡は双眼鏡入れで、最後にノースのカバンだったり、めちゃめちゃ使いやすいのがこの超でっかいオーガニックのカバンに入れて持ち歩いてます。最後にこのバムバムと、私はシークレットスタッフの白のこの2つを、中でも外でもリードでもボルダーでもスピードでも使ってます。同じです、僕と。以上です。はい、僕たちのバッグの中身はこんな感じでした。参考になったという人がいたらぜひ買ってみてください今回はクライミング編でしたが、次回はプライベート編やトレーニング編などどんどんやっていきたいと思います。この動画がいいなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。